ある日のことだった。あるものがよしおの目に留まった。そこはどこかの裏通りで、道の脇に止めてあったバイクに、誰かがまたがって、ゆっくりと発進した。そのバイクは、まっすぐな通りを走っていって、やがて見えなくなった。その時よしおは思った。自分も、こことは違う。もっと別のどこかに、行ってみたい。そして、なぜ自分が、あてもなく、街を、ほっつき歩いて、見たくなるのか。その時わかった。自分は、こことは違う。もっと別のどこかに、行ってみたいのだ。ある日、父親が言った。アルバイト、やってるんだって。よしおは、清掃作業員のアルバイトを、始めていた。アルバイトに忙しくて、最近では、家にいる時間も少ない。よしおはわかっている。自分が、大学に行くのは、勉強するためで、アルバイトをするために、大学に行かせてもらっているわけではない。よしおは答えに窮した。父親が言った。別に、アルバイトをやめろって、言ってるわけじゃない。なんでそんなに、金が必要なのか。知りたいだけだ。バイク、買おうと思って、と、よしおは答えた。よしおは、バイクが欲しかった。バイクを手に入れて、こことは違う、もっと、別のどこかに、行ってみたかった。最初よしおは、バイクなら、四輪車と違って、自分にも手が届きそうな気がした。しかし、バイクを買うというのは、思ったほど簡単なことではなかった。教習所に通う費用や保険、ヘルメットなどの装備も考えると、どんなに頑張っても、半年以上は、アルバイトをする必要があった。そして、アルバイトばかりに、精力を費やしていれば、両親がそれを気にすることにもなる。まずい状況だった。大学生の自分が勉強よりもアルバイトにかまけている。父親はそれを見過ごせないと思っているに違いない。しかし父親は言った。
バイクぐらい、俺が買ってやる。よしおは、伊豆に来ていた。もう何度か、訪れたことがある。伊豆の海を、見渡す風景は、美しかった。バイクに乗ることは、よしおに合っていた。バイクに乗っていると、楽しいと思える。いろいろなところに行った。伊豆や湘南、横須賀の海。富士山のふもと、相模湖、宮ヶ瀬湖。湾岸道路。よしおは思う。このままいつまでも。バイクに乗っていられたら。しかし、よしおが、大学生でいられる月日には、限りがある。そろそろよしおは、就職を、考えなくてはならなかった。バイクを手に入れようとしたとき、よしおは思った。こことは違う、もっと別のどこかに。行ってみたい。そしてそれは、自分を不安にさせる。この世の中から、逃げ出したいという、思いだった。しかし今、よしおにはわかる。バイクに乗っても、世の中から逃げ出すことは、できないのだ。やがてよしおは、就職した。大きな会社ではないが、家電品や照明器具、ランプ、電気設備の部品などを、卸売販売する会社で、割と大きな企業の特約店でもあった。就職活動は辛かった。慣れないリクルートスーツ。緊張で膝が震えそうな会社訪問。面接での自己アピール。いくつ会社を回っても、なかなかもらえない内定の知らせ。しかし、大学を卒業して、親のすねをかじるわけには、いかなかった。大きな会社ではない。高給取りにはなれない。それでも、ありがたかった。就職できない者も、大勢いたのだ。よしおの、サラリーマンとしての、生活が始まった。はじめは、右も左も、わからない。電話対応、コピー機の操作。社内専用のパソコンソフトの使い方。社内のどこに何があるのか。覚えることが山ほどある。仕事は辛かった。忙しいし、しょっちゅうヘマをしてしまう。一日が終わると、もう、ヘトヘトだった。ある日のこと、上司がよしおを呼んだ。水銀ランプ、HA100XS、3個。いつまでに、杉並区のこの住所に。
届けられるか確認しろ。急げ。よしおは、慌ててメモを取り、社内専用のパソコンソフトで、水銀ランプを検索する。パソコンの画面に出てきたのは、見慣れないランプの玉。そこに、取引先の連絡先も載っている。よしおは電話をする。電話の相手が言う。はい、鈴木照明でございます。よしおが言う。お世話になります。朝日商事の中島と申します。水銀ランプ HA100XS を杉並区の住所に届けていただくとしたら、いつまでに可能でしょうか。そこで上司が慌てて、よしおに言う。おい、3個だ。よしおは慌てて、電話の相手に言い直す。HA100XS を3個です。社員になって日の浅いよしおは、まだ一人では何もできない。誰かに何かを指示されて、メモを取って、わからないところを聞き直して、それから自分でやってみる。やってみたところで、うまくいくとは限らない。書類を作れば字を間違える。電話をすれば何かを言い忘れたり、聞き漏らしたり、カタログを開いて、商品の値段や仕様を調べるのも、時間がかかる。よしおは気になっていた。一体自分は周囲からどう思われているのだろう。厄介者とは思われたくないが、今のところそう思われても仕方がないような気もする。ある日、よしおは思った。もし自分に冗談の一つも言えたなら、例えば、もしどこかでしくじっても、冗談でごまかすことができれば、例えば、誰かのそっけない態度が気になったとき、何か冗談を言って、機嫌を取ることができれば、例えば、沈黙が気詰まりになったとき、何か冗談を言って、その場の雰囲気を和ますことができれば、もし、それができたら、きっと、もう少し楽になれる。しかし、よしおはそういうことが、うまくはない。どちらかといえば、よしおは、暗い性格だった。ある日、よしおは、
カタログで照明器具を探していた。よしおの前に上司がいる。よしおはつぶやいた。おーい、照明器具やーい。出てきておくれよー。しかし、行ってしまってから。よしおは後悔した。ふざけていると思われたかもしれない。だいたい今のは面白くもなかった。前に座っている上司の方を伺うと、よしおの方を見ている。よしおは内心ヒヤヒヤしていた。上司ははははははと言った。笑ったわけではなく、言っただけだった。そして、ほら、仕事、仕事、と言った。努力だけは認めてやる。それは、そういう意味だった。その場所で、よしおが唯一、認めてもらえるもの。それは、あるのかないのかさえも。わからない、将来の可能性。つまり、努力だけだった。夢の中で、目覚まし時計の音に気づくと、気が重くなった。よしおは目を開けた。そして、手を伸ばすと、目覚ましの音を止めた。会社になど行きたくなかった。会社に行くのが辛かった。しかし、やっと手に入れた。就職先だったし、収入を失うわけにはいかない。逃げ出すことはできないのだ。よしおは布団から出ると、顔を洗い、身支度をし、朝食をとって家を出た。そしてまた、一日が始まった。昨日と同じ一日。そしてそれは、これからも、ずっと続くのだ。再生リスト3に続きます。